でラーメン屋さんだったんですけど、58年、58年前ですよね。そうですね、僕が入社して30年ぐらいになりますけど、10席ぐらいのあ、そうなんですね。ラーメン屋からスタートして、ちょっと潮干狩りでアサリが取れるんですよ。この辺りちょっと貝汁のお店ができてきたんで、10店舗ぐらいあったんですね、最初は。潮干狩りでもすぐそこで貝が取れるんで、それでこう貝汁のお店がたくさんできたんですよ。そうですね。そう、お店をちょっと始めまして、でちょうど昭和40年が創業なんですけど、そこから数年後に桑原郡司のトラックローという映画があったんですよ。その撮影ここあって、でこうもう聖地じゃないですけど、いろんな方が運送会社の方が来られて、それでどんどん大きくなったっていうかね、スタートがそんな感じ。トラックエローっていうのが一番星って菅原文太が主演なんですけど、そういうのに撮影とかもあって、そういうのから僕どんどん広がっていった感じです。昔もデコトラとかすごかったですけどね、かけて使ってから。あ、そうです。最近はもう全然ないですけど。じゃあもうラーメン屋さん始めてもすぐですか？切り替え。そうですね、すぐ貝汁のに切り替えて、すぐ1年もしないうちにも貝汁のに300近いですよね。1日300ぐらい。300キロ。300キロぐらい使うんですね。こういう形で貝やってるんですけど、はい。こう風邪ひかないにもかけてるんですよ。風が当たるとまずいんで、ああ、冷蔵庫のそうなんですね。中でも。あわざと一応こんな感じで。あ、もうここに基本的にはもうそうです、決まってる。基本的に決まってますね。1日2回ほど入れる感じですかね。140か150キロぐらい。が2回。2回ですね。はい。仕込む感じです。そうです。で、作るのも随時作ってるんですよ。あ、もうその都度でです。そうそうそう。本当はもうちょっとでかい鍋で作った方が早いんですけど、はい味が変わるんで。やっぱ昔からずっとあるんです作り続ける。そうですね。はいはい。昔のまんま変わらない感じですからね。味とかになんかこうこだわりとか。そうです。結局食材もそうなんですけど、ちょっとずつしか仕入れないっていうか、味噌もでかいタレじゃないですよ。本当は大きい方が安いんですけどね。やっぱり味噌で封切ってしまうと、やっぱ味が変わってくるんですよ。白味噌の味が。そういうことなんですね。そうです。だから味噌もアサリもとにも鮮度にめちゃくちゃこだわってるんで、そのあたりはお客様も理解してくれるっていうのと、ただ自分たちのお店で美味しいものを作ってるというよりも、お客様が美味しくしてくれる感じですかね。要は50万人の方が来られてずっと回転してるんで、常に美味しいものが出せるっていう感じですよね。だからこのお客さんが逆に減ってくると、もちろん味がだんだん落ちてくるというか、常に新しいものとか美味しいものを提供するのが難しくなってきますけど、今ね、まだずっと年間50万人が来られると、お客さんが美味しくしてくれる感じですね。常にもう出来たてが提供できるんで、これが本当お客様が減ってくると、なかなかちょっと味が変わってきたりとか、なんか全部入ってるわけにいかないですからね、やっぱりちょっと落ちてくるんですけど、もうその辺はお客様がおかげさまで。配信の具自体はアサリ。もうアサリだけです。はい。ネギとかも入れようかと思ったんですけど、味が変わってしまうんで。ネギちょっとでも入れちゃったりとか。味が全然変わってくるんで、薬味なしの本当アサリとアサリだけっていう。一本醤油。はい。この一束で何キロぐらいですか？ 7キロです。7キロ。ゴールデンウィークがピークなんですよ。3月から5月ぐらい一番ガーッと使ってます。
番のポイントがアクを取らないってことですね。アクを取らない。取らない。普通は出して全部上作ってアク取るんですけど、はいでもアサリのエキスがいっぱいになってるんで、アクが旨味みたいな。そのまま変わるって感じですね。そうですね、昆布、カツオ、合わせだ。ああ、そうです。昔からじゃない。ずっと同じや。ずっと同じやつ。カツオ節はすごい高いのがいいって感じじゃないんですよね。やっぱり出汁がちょうどマッチする感じで、アサリああ、高ければいいってと。いるわけではない。もうそのアサリに合うそうです。カツオがあるんですね。20杯ずつぐらいですかね。いっぺん作るのが。一つ鍋。一つ鍋、はい。もうそれ以上っていうのを作っていくと味が変わっちゃうんで。で20杯で7キロのそうですね。アサリを使う。はい。まあ怪獣だけお腹いっぱいになるっていう感じですね。他のところの倍ぐらいですよかな。そうです。だからはい。このトラックの運転手さんが来られるのが多いんで、はい。トラックの運転手さんがこう、はい、もう食べれるようにですね。はい。結構県外が多いですね。福岡から来られたり、広島から来られたりとか、あとまあ旅行のついでとか言ったらあれですけど。でやっぱり全国のとこ食べたいっていうように一応冷凍の果実作ったんですよ。宅配用で。お土産でまあインターネットでも購入できるような感じでしてるんですけど。でもそれもインターネットで。はいはい、売れてますね。売れてますね。はい。生産間に合わないぐらいです。来る方が。もう毎日大量にもうアサリを仕入れて。はい。だからお店が300キロの宅配も多分同じようじゃないですかね。ああ、じゃあもう600キロぐらい。すごいですね。そこを一つの鍋で一気にやらないっていうところ。やっぱお鍋自体味が変わりますね。まあ昔はこういうお店が多かったと思うんですよ。ショーケースに入れてっていう本当に食堂っていう感じが、それがだんだんなくなっていったんで、逆にこれ残していこうかなと。もう差別化じゃないですけど、よそがやめてもうちょっと我慢してとか、あと結構テイクアウト多いんですよ。特にコロナ禍でなんか食堂来て中でイートインで食事される方も多いんですけど、テイクアウトでこういうお家で食べられる方多いんで、やっぱりあれだけの種類があったら選ぶの楽しいんですよ。そうです。揚げ物でもすごい種類があって、焼き物もたくさんあって、お刺身もたくさんあって、その中から自分でチョイスできるんで、そうすると一応持ち帰り用パック準備してるんですよ。で、取りすぎたり、ちょっと注文しすぎたって言ったら、そのまま次の持って帰ってお家で食べれるようになったりとか、それとかここで食事して美味しかったからちょっと家族に買って帰るとお土産で、そういうのもやっぱり現物があった方が、写真とかだとなかなかイメージ湧かないんですけど、あれだけでかいショーケースの中におかずがあれば、ちょっと買って帰ろうかなという。そう準備してちょっと早めに、目立つと頑張ってもらってるんですけど。あげてますね。あれも1日何回か昼用と夜用と分けてあげたりしてる。そのままでも一応フライヤーで2度揚げしてるんですよ。1日ぐらいちょっと柔らかい感じで、2度にパリッとなるような感じで。揚げ方も多分他のお店と違うんですけど、そのまま提供するんじゃなくて、2度揚げするので、2度揚げするのが一番美味しい状態に揚げ方があるので、ちょっとまた他のと。だから揚げたてが食べれるみたいな感じで、2度揚げですけども、フライヤーで揚げてるんで、レンジでチンするんじゃなくて揚げ物はですね。そうそう、こだわりもありますし、結構手間かかるんですよね。だけどでも手間かけないと、最初はちっちゃい冷蔵庫して揚げて、2倍にして3倍にして4倍にしてみたいな感じで、お客様の要望に応えてですね。でもともと量多いんですよ。やっぱりトラック運転手さん向けになってるんで。だから結構やっぱり残っちゃうっておかしいですけど、ちょっと量が多すぎるんで、お持ち帰りくださいっていう形で。そうそう、パックの無料でパック用意しますんで、ご飯とかも濃いんですよね。普通でも大盛りぐらいですから、女性の方が残される方、年配の方とかでね、残される方多いんで、持って帰って、家でお客さんするなりおむすびするなりしてくださいよっていう感じです。今、南国が1店舗あるだけですから、南国というドライブインがあって、そことうちだけですね。取れないっていうのもありますし、やっぱり先ほどの話じゃないですけど、効率考えて大きな鍋作っちゃうんですよ。そうでやっぱり味噌も安いから大きい味噌買っちゃうんですよ。もうそれするとどうしても味が変わってくるんで、
でうちと多分そこの南国さんはもうそこはもうコストがかかろうが何しようが手間がかかろうがもう譲れないっていう形で生き残ってたんじゃないかなと思いますね。まあ本当効率とは逆行してるんですけどね、全く。だけどそれは美味しいか、まあ、効率かっていうところで美味しいをとにかく優先していかないとなかなか飲食店で生き残るのは大変かなと思いますね。特にここはちょっとバイパスができて交通量20分の1か30分の1になったんですよ。ここはこの目の前旧2号線でもうずっと大渋滞してたんですけど、もうバイパスができてで移転する準備をしてたんですよ、土地も買って。だけどやっぱり味で勝負しようってここでバイパスの方に移らず移転せずに、まあ、ここで頑張ろうっていう形で結局お客様のうち素通りするみたいなので来ようと思って降りるところがわからないから、だからあの時はちょっとピンチでしたね最初の。でもやっぱり結局美味しいものを提供してくるとだんだんまた元に3ヶ月半年1年でまた元に戻ってきて、逆に増えるぐらいな感じですね。一旦ボンって減ってまたどーっと戻ってくる。そうもぶれない感じですね。美味しさを追求するのとあくまでもお客様が美味しくしてくれるっていうのは忘れない感じですよね。自分らが美味しいものを作ってるとかそういうことをやっぱり思っちゃうとなかなか味もまた落ちてしまうかもしれないので安心してしまうのが一番怖いですね。ここなのもうすぐ取ってくるからですね。ちょっと自分でもう原価もかかんないしそれだけ取ってみたいな感じで使用費がいない温暖化もありますし、なんかナルトビエイチ映画いるんですよ。魚の映画あれみんな食べちゃうんですよね、あたりを。そうなんです噛み砕いてそういうのが大量発生して上からこっちの山陽モルダの下関の方まででもうほんと食べ尽くしてしまって、そうですね、もう何十年前かにはもうアサリが急に取れなくなっちゃいました。ナルトビエイが出始めて、ただそこで先ほど話しないけど効率するか測るか頑張って我慢して維持していくかっていうところですよね。どうしてもやっぱり商売ですからコストとかそんなのやっぱ優先してしまうと味がちょっと落ちてしまうとか変わってきてしまう。そうですね。だけど本当もう京都だって飲食店失敗します。多分僕ももういろんな飲食店見てますけど稼ごうとか儲けようと思うともう美味しいものを作るっていうのが優先していかないと多分繁盛もしないですし続かないでしょうね。でもそこはもう効率とか全く絶対考えちゃいけないというところも、授業も徹底してますね。楽なんですよ、大きな鍋作る方が。味噌とかも大きい方で管理する方が注文しなくていいから楽なんですよ。だけどやっぱそこはやっぱり、手をかけるとかですけど続けていく感じですかね。まあそうですね、やっぱりお客様のニーズに応えられるようにですね。で本当会議のサイズも最初1種類しかなかったんですよ。特盛りとめちゃくちゃでかいやつと小で女性が食べるような小と作って、もう大きさだけじゃなくていろいろ今後もですね、そのお客さんが食べやすいとか、そんなことも含めてですね、検討していきたいなと思ってますね。本当極端な話にパジャマとか寝巻きでも着てほしいような敷居の低いいい意味でですね、サンダルでスウェットでちょこちょこっと来るような散歩ついでに来てもらえるような感じのお店が僕は理想ですけどね。Eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home.